鎌倉駅から徒歩およそ20分。トンネルを抜けた先の山あいにひっそりと佇むのが銭洗部財天宇賀福神社です。ここは鎌倉随一の金運スポットとして知られ、1185年に源頼朝が夢のお告げを受けて創建したと伝えられています。御祭神は宇賀神と七福神の一人である部財天、商売繁盛や財運の神として知られますが、もともとは五穀豊穣や水の神でもあります。洞窟に湧き出す水は銭洗水と呼ばれ、室町時代には北条氏が財福祈願に訪れたと記録が残ります。この水でお金を洗うと何倍にもなって帰ってくると信じられ、古くから多くの人々が参拝に訪れてきました。銭洗いの手順は、奥宮を参拝後、借用したざるにお金を入れてひしゃく3杯ほどの水をかけて清めます。洗うのは小銭でもお札でも良いのですが、お札を拭くハンカチなどは持参すると良いでしょう。洗ったお金は保管せず、拭いて財布に戻して使うのが良いと言われています。ざるにお金を入れて丁寧に清める光景は、この神社ならではの体験です。境内には本殿のほか、福徳や商売繁盛を祈願する社も点在し、参拝者を優しく迎えてくれます。参道には縁起物のお守りや財運を授かる御朱印も人気です。銭洗弁財天宇賀福神社は、旅の途中でぜひ立ち寄っていただきたい名所です。鶴岡八幡宮へと続く表参道の脇に伸びる小町通り。現在は約360メートルにわたり300を超える店が並ぶ人気スポットですが、その歴史は鎌倉幕府の誕生とともに始まりました。鎌倉時代、この通りは八幡宮に参拝する人々の往来を支える門前町として発展しました。道沿いには茶屋や土産物や宿泊施設が立ち並び、武士が往来し、僧侶が行き交い、商人が商いを広げる、そんな活気に満ちていたと記録されています。江戸時代になると、鶴岡八幡宮への参拝は庶民にとっても大きな楽しみとなり、旅籠や市の機能を果たす場所としてさらににぎわいました。小町通りは鎌倉の経済と信仰をつなぐ動脈として町の暮らしに欠かせない存在だったのです。近代に入ってもそのにぎわいは続き、明治大正の時代には西洋文化の風も取り入れながら進化。今ではカフェや洋菓子店、モダンな雑貨屋が軒を連ねる一方で、老舗の和菓子屋や伝統工芸品を扱う店も健在です。現代と古き良き鎌倉が共存する姿こそ小町通りの魅力と言えるでしょう。食べ歩きグルメとして人気の鳩サブレーや鎌倉コロッケ、しらすを使った料理は観光客に大好評ですが、その背景には参拝客をもてなす文化が連綿と受け継がれているのです。小町通りは単なるグルメ街ではなく、八幡宮を中心に栄えた鎌倉の生活と信仰の記憶を今に伝える道なのです。鎌倉観光に欠かせない名所、それが鶴岡八幡宮です。この神社は源頼朝が鎌倉幕府を開いた際に武家の守護神として厚く崇敬し、鎌倉の中心として整備されました。創建は平安時代末期、1063年に源頼義が京都の石清水八幡宮を勘定したことに始まります。境内は長い参道を段葛から始まり、舞殿や石段を経て鮮やかな朱塗りの本宮へと続きます。参拝のたびに源氏の栄華や武士の信仰の厚さを感じさせる風景が広がります。鶴岡八幡宮は政治の舞台としても数々の歴史の証人となりました。頼朝の妻北条政子が建立した政子石、源実朝が暗殺された大イチョウの跡など、武家政権の栄枯盛衰を物語る場所が点在しています。また春には桜、秋には紅葉が彩りを添え、初詣や流鏑馬神事など今も多くの人々でにぎわいます。鶴岡八幡宮は鎌倉の信仰と歴史の象徴であり、訪れる人に武家の都鎌倉の息吹を伝えてくれる聖地なのです。湘南の海岸線を走る人気のローカル線、江ノ島電鉄、通称江ノ電。藤沢から鎌倉まで全長わずか10キロ余りの路線ですが、
その道中には絶景と歴史がぎゅっと詰まっています。車窓からは湘南の青い海、江ノ島、そして古都鎌倉の街並みが次々と広がり、思わずカメラを向けたくなる景色の連続。さらに線路ギリギリまで迫る住宅街を抜ける姿は、まるで街と一体になった鉄道のよう、懐かしさと旅情を感じさせるシーンです。江ノ電はただの交通手段ではなく、湘南と鎌倉の魅力をつなぐ走る観光名所。ゆったり揺られながら景色と歴史に包まれるひとときをお楽しみください。鎌倉を代表する名刹の一つ、長谷寺。創建は奈良時代、天平8年、西暦736年と伝わり、実に1000年以上の歴史を誇る由緒あるお寺です。観音信仰の聖地として栄え、鎌倉時代には源頼朝をはじめとする武士たちの熱い信仰を集めました。境内は山の斜面に広がり、かつての修行僧たちが自然と向き合いながら祈りを捧げた姿を想像することができます。長谷寺といえば花の寺としても有名ですが、その華やかさの裏には信仰の深い歴史があります。特に初夏の紫陽花は、古くから雨の多い季節を彩る花として人々に親しまれ、境内の参道を埋め尽くすその光景は、信仰と自然の調和を象徴するものと言えるでしょう。さらに見どころは見晴らし台。ここから望む由比ヶ浜や相模湾は、鎌倉武士たちも眺めたであろう景色。当時の人々が見ていた景色に思いを馳せるのも歴史探訪の醍醐味です。もう一つ特筆すべきは弁天窟。この洞窟には弁財天とその眷属が祀られていますが、岸壁には神仏習合の時代を象徴する彫像が刻まれており、鎌倉時代の信仰文化を肌で感じることができます。修行の場であり、庶民信仰の舞台でもあった洞窟は、まさに歴史が息づく空間と言えるでしょう。このように長谷寺は、奈良時代の創建から鎌倉時代の武士文化、そして庶民の信仰へと受け継がれてきた歴史と自然が融合した寺院なのです。ぜひ境内を歩きながらその悠久の時の流れを感じ取っていただければと思います。次にご紹介するのは鎌倉のシンボルともいえる大仏様です。高さ約 11.3 メートル、重さ約121トンの青銅製の大仏は鎌倉時代の1252年に作られました。もともとは大仏殿という建物の中に安置されていましたが、度重なる自然災害で建物は失われ、現在は屋外に露作しています。その堂々たる姿は雨や風に耐えながらも訪れる人々を温かく迎えてくれます。境内には落ち着いた雰囲気の庭園や参道も整備されており、散策しながらゆったりとした時間を過ごすことができます。また四季折々の風景と大仏の姿が織りなす景観は写真スポットとしても人気です。高徳院は歴史的価値だけでなく、鎌倉の文化や人々の信仰の象徴でもあります。この大仏から安らぎと力強さを感じ、鎌倉の歴史の深さを肌で感じてみてください。湘南の海を望む絶景スポットとして観光客や鉄道ファンに大変人気のある鎌倉高校前駅の踏切。目の前に広がるのは青く輝く相模湾と遠くに見える江ノ島の美しい景色。この踏切はバスケットボール漫画アニメスラムダンクの聖地として有名です。特にアニメのオープニングに登場する踏切と海が重なる景色が人気で、国内外から多くの人が訪れます。電車の通過を待ちながら波の音や潮風を感じるひとときはまさに湘南ならではの体験です。ただ最近はマナー違反や迷惑行為をする人が多く、地元の住民の方々の迷惑にもなっているようですので、マナーを守り安全に注意しながらぜひのんびりと景色をお楽しみください。今回の動画はいかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。